漫画のことならこれを聞いてね、オタニアックスタイム。この番組は漫画好きの皆さんのためにお送りする漫画紹介番組オタニアックスタイムです。お送りするのは合同会社オタニアックス代表の鈴木です。会社紹介についてはコメント欄に弊社 Facebook の URL を記載しておりますので、ぜひご覧になってみてください。さて今回は小学館から発売されている月刊スピリッツ最新号である5月号を読んで、連載されている漫画の紹介からストーリーに関する考察などを行っていきたいと思います。表紙と関東カラーはスノーボールアースです。ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、ちょっと作品についてご紹介していきたいと思います。コミックス第3巻が先日発売されたばかりで、Twitter などでは購入したよというツイートが多く見られています。この作品はコミックス第1巻の帯コメントをエヴァンゲリオン総監督の庵野秀明さんが書いたことで話題になっています。ストーリーと作品の世界観をご紹介したいと思います。地球上の生命を絶滅しようと飛来する銀河怪獣に対抗するため、人類は対怪獣戦線エルデを設立しました。防衛の最前線にいるのが大型ロボットのスノーマンです。そのパイロットが本作の主人公である流鏑馬哲夫となります。性格はかなりの人見知りで、コミュニケーションが心の底から苦手。そのため友達が一人もいません。原因は彼のコミュ障気質にあるわけなのですが、かわいそうなことに、友達がいません。そんな彼の唯一の友達と言えるのがロボットに備わっている、これは AI なのかな、のユキオです。ユキオは意志や知能を持っているため会話ができます。哲夫はユキオとなら何の気兼ねもなく話すことができる存在になっています。現在第3巻まで発売されていますが、まず第1巻の内容からご紹介していきたいと思います。冒頭、早々に銀河怪獣との最終決戦という名の宇宙での戦闘が始まっています。頼みの綱であった仲間の戦艦のインフィニティレーザーという兵器がまさかのシステムダウンによって使用できないという最悪なアクシデントがあり、銀河怪獣によって作戦は失敗してしまいます。哲夫とユキオも最後まで戦うものの、その健闘むなしく窮地に追い込まれてしまいます。最後の最後、少しでも地球に行ってしまう怪獣を減らすためにユキオは自爆をすると言います。その案に哲夫は断固反対するのですが、ユキオは操縦ロックをかけて哲夫が操縦できないようにした上で、勝手に緊急脱出ポットの射出を起動させてしまいます。哲夫が無事に脱出できたのを見届けると、ユキオは自爆してしまう。唯一の友達を失ったまま彼は地球に帰還させられます。そして哲夫は無事に地球に到着。しかし強制的にコールドスリープさせられていたために、その間8年もの歳月が流れてしまっていました。哲夫が目を覚ますと、そこは地球全土が凍結し、雪と氷で覆われた別名全球凍結スノーボールアースになってしまっていたというのがあらすじになります。第1巻は哲夫の性格の紹介、哲夫とユキオの関係性、そして2人が地球を救えなかったことについて書いてあります。そしてスノーボールアースになってしまった世界での話が展開していくわけです。凍結後の世界で地上には人一人いない状況が生まれています。彼は生き残った人類に出会いました。その際怪獣と遭遇してしまいますが、脱出ポットに転送されていたユキオのデータが全てダウンロードされ、ユキオは改めて戦闘ロボットとして哲夫と再会します。2人の力で銀河怪獣を撃退することができるのでした。ここまで第1巻に掲載されたあらすじをお話ししております。この作品のポイントとして挙げられるのが、ところどころに出てくる哲夫の父、流鏑馬小鹿との関係でしょう。おそらく彼が、人と関わりを持つことに抵抗感を持ってしまった原因ではないのかと思われます。哲夫は9歳の頃からパイロットとして銀河怪獣と戦うことになってしまいました。同年代の子供たちが公園で遊んでいても一緒に遊ぶこともできず、子供らしいことなど何もできないまま、お前が救世主だと世間から言われるがままに怪獣と戦ってきたのが哲夫です。そのまま年を重ねてしまったのですが、父親からもお前が大事だよ哲夫、ほらお前は怪獣を倒せるから
と自分の存在意義を怪獣を倒すことでしか感じられないようにされてしまったことが彼が抱える不幸の一つだと思います。このような父と息子の関係性というテーマこそ先に帯コメントを書いた庵野秀明監督のエヴァンゲリオンだと思います。2巻3巻とストーリーが進んでいくにつれて本作とエヴァンゲリオンの関係性というのもいくつか見られてくるようになりますので、おいおいこちらもご紹介していきたいと思います。流鏑馬哲夫と碇シンジの共通点としてどちらも他者との関わりを極端に避けているということにあるかもしれません。いや、哲夫はコミュニケーション自体は取ろうともがいているからシンジ君とは若干異なるかもしれません。碇シンジが登場したのが1990年代。そこからインターネットも発達してスマホのアプリを開けば Twitter やら TikTok やら SNS のいろいろなツールがあり、いつでも誰とでもコミュニケーションが取れる時代になってまいりました。そしてコミュニケーションを取ることの重要性というのが非常に高まってきているわけです。もはや私たちはコミュニケーションなしで生活していくことなんて考えられなくなっていると思いますが、哲夫はそういった時代背景を踏まえてなんとかコミュニケーションをうまく取れる人間になりたいと描かれていることがこの特徴かと思います。もう自分の殻に閉じこもるような碇シンジ的なアプローチというものは世界と向き合っていく方法としては厳しく、そんなやり方では生き残っていけない時代になってしまったのではないかと思うわけです。平成の碇シンジが令和の流鏑馬哲夫にアップデートされる瞬間をもしかしたら私たちは見届けるかもしれません。そういった意味でこのスノーボールアースというものを、読み続けていくことは今の時代に何かしら反映されているものを、感じ取ることができるかもしれませんので、ぜひぜひ、こちら、注目作として、読んでいただけると幸いです。ここまで、月刊スピリッツのスノーボールアースについてご紹介してまいりました。